どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、好きな生態はいますか？人によって好みは違うと思いますが、数えきれない種類の生態の中から自分の好きなものを見つけるのって難しいですよね。自分もいろんな生態を導入してきましたが、これが一番っていうのはなかなか答えられないものです。というわけで今回は個人的に好きな生態を10種類紹介していきたいと思います。本当はランキング形式にしようかとも思ったんですが、正直順位をつけられなかったので、好きな生態を厳選して紹介していきます。生態導入に迷っている方の参考になれば幸いです。ちなみに自分の飼育スタイル上、大型魚などは紹介しないので、基本的に小型魚となります。というわけで早速やっていきます。まず最初に紹介する生態はこちら、ミクロラスボラ花火です。この生態は何回か動画に出てる種類ですね。2006年にミャンマーで発見された比較的新しい品種です。日本に入ってきた当初は高額で取引されていたようですが、現在はブリード個体も流通しており、3から400円程度で購入することができます。比較的取り扱っているところが多い印象で、どのショップでも目にする機会があります。この生態の特徴は何といってもその体色です。全体的に暗い色合いに花火を思わせるようなドット模様がとても綺麗です。花火は別名ギャラクシーとも言われており、銀河感も漂ってます。オスは特に体色がはっきりし、ヒレが濃いオレンジ色になります。オス同士でフィンスプレッティングをする姿は本当に綺麗です。少し臆病な性格でなかなか前に出てきてくれませんが、小型美魚の代表格的存在です。ただ、この花火、個人的には扱いづらい生態だと思っています。飼育が簡単だという方もいらっしゃいますが、購入した時の生態のコンディションによってめちゃくちゃ難易度が変わってくる印象です。特に餌食いは個体差があり、輸入直後であった場合などは人工飼料も食べずそのまま餓死してしまう個体も多いです。購入する際はできるだけふっくらした個体を選び、できればショップで入荷した日やあげている餌を教えてもらいましょう。痩せていると体がくの字になるので分かりやすいです。一見地味に見えますが、水草水槽で泳がせるととても花がある生態なのでおすすめです。続いて紹介するのはこちら、トゥッカーノテトラです。こちらはチンカラと呼ばれる種類の中でも割とメジャーな品種です。まっすぐ伸びた黒いラインに金色に輝く体色、青く光る目はまさに宝石です。テトラの中でも小型な部類で、ネオンテトラよりも一回り小さい印象です。しかし、その小さな体に見合わないメリハリの効いた色合いはとてつもない存在感を放ってます。存在感があるといっても、ギラギラと主張する感じではなく、わびさびを感じられる色です。正直、この生態を群営させたくて仕方ないんですが、価格が高価なため、未だに1匹しか購入できていません。だいたい価格は1匹1500円程度するので、10匹も買えば1万5000円になります。自分が飼育している個体は特別過保護に飼育しているわけではありませんが、グリーンネオンテトラに混ざって今でも元気よく泳いでいます。個人的には飼育は簡単だと思うので、価格が高いのに小さくて心配という方も、ここまで不必要に怯える必要はありません。1匹だけでも本当に映えるので、複数導入は難しくても、一度実際に飼育してその美しさを見てもらいたいです。次に紹介するのはこちら、コリドラス・ベネズエラ・ブラックです。
こちらは熱帯魚を代表する生態であるコリドラスの改良品種です。真っ黒な体色が特徴的な可愛いやつです。自分がコリドラスを飼育しようと思ったきっかけとなった生態で、他のコリドラスにはない特徴的な黒が目を引きます。基本的な飼育方法は他のコリドラスと変わらず、温厚な性格ということもあり、本営にも向いています。大体は化粧砂を敷いた状態で飼育するようですが、ソイルでも管理はできるようです。ベネズエラブラックにはワイルド個体がいないので、コリドラスの中でも比較的飼育しやすいのもいいところですね。価格はだいたい3000円程度と、決して安くはありませんが、それだけの価値がある生態だと思っています。流通量はまばらで、見かけるときは見かけるんですが、見かけないときはしばらく見ないので、気になっている方は買えるときに買っておくことをお勧めします。続いて紹介するのはこちら、レッドファントムルブラです。こちらはレッドファントムテトラの中のワイルド個体です。他の生態とは違い、ブリードとワイルドで名前が異なっている特殊な生態です。なぜ名前が違うのかというと、その体色です。ブリード個体も結構赤いんですが、ルブラはそれ以上に真っ赤に染まるのが特徴で、赤系生態の代表格といっても過言ではないレベルです。その分価格も400円程度と高額にはなりますが、それに見合った赤を拝めます。飼育自体も容易で、結構何でも食べるので安心して飼うことができます。背びれと体側にスポット的についている黒がより赤を際立たせてくれます。またワイルド個体であるため結構臆病なんですが、その臆病さゆえに複数飼育していると群栄してくれやすいので個人的には好きです。ずんぐりした見た目によらず結構すばしっこいので、警戒心が強いこともあって導入したらなかなか捕まえられないことを覚悟しておきましょう。続いて紹介するのはこちら、オトシンクルスです。オトシンクルスは言わずと知れたコケ取り生態で、壁面草樹といえばこいつというくらいメジャーな種類です。実は自分のアイコンもオトシンクルスに載っているイラストで、個人的に好きな生態の一匹です。好きな理由は何といってもその愛らしい顔です。体色は本当に地味でザ・コケ取り生態って感じなんですが、壁面にへばりついてせっせと苔を取ってくれる姿はいつ見ても癒されます。特に黒いラインが入っているのが好きで、可愛さを加速させてくれています。おまけに他魚を攻撃することは全くなく、レッドビーシュリンプ水槽に混泳することもできるほど温厚な性格をしています。また骨格がしっかりしており、体が硬いので他の生態に攻撃されても割と平気です。丸飲みされるレベルの大きさでなければ大体の生態と混泳できると思います。メジャーどころで知らない人はいないと思うので掘り下げたお話はしませんが、一つの水槽に一匹は入れておきたいですね。飛び出すことは自分の経験上一度もありませんが、導入直後は落ちることもあるので少し気をつけておきましょう。続いての生態はこちら、アピストグラマです。こちらは生態の品種までは言及せず、アピストというくくりで紹介したいと思います。このアピストグラマは熱帯魚の中でも結構賢く、子育てをすることで有名な生態です。生まれた稚魚をメスがせっせと世話をしながら泳いでいるのを見るととても癒されます。ペアさえ作ることができれば比較的容易に繁殖ができるので、一度生態の繁殖に挑戦したいという方にもおすすめです。ただ結構気性が荒く縄張り意識も強いため、繁殖を狙うのであれば単独飼育が望ましいです。またペアで導入した後も
オスメスのパワーバランスによってはどちらか一方がボロボロになる可能性もあるので注意が必要です。特に産卵後のメスは体色が黄色になって気性がとても荒くなり、もともとオスの方が強いペアでもその立場が逆転することもよくあります。オスのヒレがボロボロになるまで追いかけ回すこともしばしばあるので、そのあたりの見極めが大事です。個人的に一番好きな品種はアピストグラマアガシジブルーフレームで、雑誌で読んだこの品種を見てアピスト飼育に火がつきました。アピストはいろんな種類が流通しているので、自分好みのアピストをぜひ見つけてください。続いて紹介するのはこちら、グリーンネオンテトラです。こちらは熱帯魚の代名詞であるネオンテトラのグリーンバージョンです。テトラ系の中では群泳しやすい種類で、そのネオンテトラとはまた違った清涼感のある体色はいろんな水草レイアウト水槽で生えます。体色に関してはどちらかといえばカージナルテトラに似ており、体側の緑のラインが尾びれまで続いているのが特徴的です。体型に関してはネオンテトラと似ており、飼育していくにつれてずんぐりむっくりした体型になります。全長で言えばカージナルテトラの方が大きくなる傾向にありますが、体高が出る分グリーンネオンテトラの方が成熟すると大きく見えます。個人的にはこのずんぐりした体型が好きでとても気に入っています。草原レイアウトなどの清涼感のある水槽と組み合わせると、見るだけで涼しさを感じることができる生態です。ただ、結構水草の食害があるようで、植栽している水草によっては気をつけておく必要がありそうです。自分は今までグリーンネオンテトラに食べられた水草はありません。続いて紹介するのはこちら、ブラックモーリーです。こちらもメジャーな生態です。真っ黒なボディとその大きさから存在感はピカイチです。体型もずんぐりしているので、小型魚の中でも大きく感じる生態の一つですね。性格は個体差があるようですが、基本的に他魚を執拗に攻撃することはありません。あまりにも大きさが違いすぎると食べてしまう可能性があるので注意は必要です。高い雑食性を持ち、卵体性ということもあり繁殖も容易です。逆に意図せず繁殖して困ることもしばしばです。個人的にはグッピーと同じくらい簡単に飼育ができると思っており、初心者には優しい生態です。生まれてくる稚魚はめちゃくちゃでかく、グッピーも生まれてすぐからブラインシュリンプを食べられるくらいには大きいですが、ブラックモーリーの稚魚はそれ以上に大きいです。一度購入したブラックモーリーが家に持って帰っている途中で出産しており、パッキングされた袋の中から数十匹のブラックモーリーが出てくるという経験をしたことがありますが、本当にでかいです。その繁殖の容易さから広く流通しており、ホームセンターなどでも定番となっている品種です。価格も100円程度と手頃ですが、真っ黒な体色はとても綺麗で侮れない生態です。自分が一番気に入っている点は、油膜を食べてくれるところで、ギラギラして気持ち悪い水面に浮いた油膜をきれいさっぱり食べてくれます。隙間を設置できない小型水槽は油膜が張りがちなんで、このブラックモーリーを1匹入れておけばすぐきれいになります。卵巣も食べてくれるし、お腹が空いてたら苔も食べてくれるので、クリーナーとしての側面も持ち合わせています。繁殖に関しては計画性が求められますが、入手性、飼育のしやすさからおすすめの生態です。続いて紹介するのはこちら、ディープレッドホタルテトラです。こちらもテトラ系統の生態ですね。その名前の通り、深い赤色が特徴的なテトラで、赤系の生態でも人気な品種です。上半分が真っ赤に染まり、
腹側は割と透明に見える個体が多いです。きっちりと色が分かれているわけではなく、グラデーションのようになっているのも綺麗さの一つですね。自分が飼育した生態の中では、レッドファントムルブラに並ぶ赤さを誇っており、水草水槽にとても合います。価格もルブラ同様400円程度で少しお高めですが、小型ながらも発色が良くなったディープレッドホタルは数匹でも水槽内を華やかにしてくれます。体型は割とずんぐりする傾向にあり、ネオンテトラを一回り小さくしたような感じです。ただ、ネオンテトラと違い、泳ぎ方はピタッと止まるホバリング型で、食べ物を探しながら低所をじっとホバリングしながら見つめている姿はとても愛くるしいです。赤色が特徴的で注目されがちですが、このホバリングが好きって方も多いのではないでしょうか。流通量はそこまで多くなく、問屋に大量に卸された時はよく見かけますが、在庫がなくなるとしばらく出ない傾向にあるので、欲しい時にいない可能性があるのはちょっと残念ですね。小型の赤系生態を探している方には一番にお勧めしたい生態です。最後に紹介する生態はこちら、カージナルテトラです。やっぱり最後はこの生態です。自分が熱帯魚らしい熱帯魚として初めて飼育した種類です。最初は確か2、30匹導入したと思うんですが、水槽に泳がせた時の感動は今でも忘れません。熱帯魚ってこんなに綺麗なんだと再認識させられるとともに、大量導入のきっかけとなった思い出深い生態です。正直メジャーな生態すぎて、自分の個人的な思い出ばかりが先行してしまってて申し訳ないんですが、それを抜きにしてもおすすめできる生態です。ネオンテトラよりも運営しやすく、値段も手頃で置いていないショップがないレベルで流通しています。また、体格もシャープでスタイリッシュな印象を受けるため、水草に重きを置いたレイアウト水槽に対しても親和性は高いです。まっすぐ伸びた青のラインとお腹周りの赤はとても綺麗で、アクアリウムをやっていない方も思わずおっとなること間違いなしです。よく見かける定番種なんで、逆に飼育したことないって方も多いのではないでしょうか。ショップで見るのも綺麗ですが、自宅の水槽に入れた時の感動は正直比べ物になりません。定番種だからといって侮らず、ぜひ一度飼育してみて、その美しさに触れてもらいたいですね。というわけでいかがだったでしょうか。独断と偏見で10種類選びましたが、どの生態もそこまで難しい品種ではないので、いろんな方におすすめできると思います。正直好みは人それぞれあるので、どれが一番というのは決められないのが現実ですが、導入のきっかけくらいになれば幸いです。他にもいろんな生態を今まで紹介してきているので、気になる方はぜひ概要欄のリンクから再生リストで見てみてください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。